こんにちは、トラトラチャンネルです。アメリカには併用軌道が残っていることをご存知ですか？今回は100両以上の貨物列車編成が通過するラ・グレーンジを訪問しました。Train and Travel Tra Tra Channel。 皆さんは併用軌道といえばどこを思い浮かべますか？京阪の併用軌道ですか？名鉄の犬山橋ですか？日本では大型列車の併用軌道はもう見られなくなりましたね。アメリカでは何か所にか併用軌道が残っています。今回はその中でもアメリカで最も有名な本線上にあり100両以上の貨物列車が通過するラ・グレーンジを見てみましょう。ケンタッキー州最大都市のルイビルのダウンタウンからI-71号線沿いにわずか25分の場所にある趣のある歴史あるダウンタウンのラ・グレーンジは初めて訪れる人にとってとてもユニークな街です。ラ・グレーンジは小さな町で特に鉄道と道路の共用部分に関する独特な歴史を持っています。この町は1830年代に最初は農業を基盤としたコミュニティとしてスタートしました。1860年代になるとルイビルとナッシュビル鉄道 L&N 鉄道が通過することで交通の要所としての地位を確立することとなります。この鉄道は南北戦争の時期にも重要な物資輸送路として利用され地元経済に大きな影響を与えました。現在も貨物列車がラ・グレーンジを走ると鐘の音と振動が街全体を包みます。貨物列車はメインストリートの真ん中を走り驚くべきことに1日に最大20本の列車を目にすることができます。ラ・グレーンジという名称はフランス語で農場を意味し設立当初から農業が主要な産業でした。町の周囲ではトウモロコシやタバコが栽培され鉄道の開通により農産物を迅速に外部市場に送ることが可能となりました。これにより商業活動が活性化し町は急速に発展しました。1860年代の鉄道開通以降商業施設や住宅が次々と建設され地域社会はその恩恵を受けることとなりました。町の中心には鉄道駅が建設されその周辺には飲食店や小売店が並び地域住民や観光客にとって重要な集まりの場となっています。街並みは歴史的な建物が多く残っており訪れる人々に温かみのある雰囲気を与えることでしょう。街では年に数回地域の祭りやイベントが開催され住民同士の交流が行われています。特に夏のファーマーズマーケットでは地元の農産物が並び賑やかな雰囲気があります。昔の旅客列車はラ・グレーンジ駅に到着してただ止まるだけではありませんでした。列車はペウィー、バレーやルイビルから訪れる訪問者と住民をつなぐ大きな役割をしていました。現在では CSX はここを通る貨物列車と線路を所有しておりアメリカの街としてもユニークな存在となっています。ラ・グレーンジにおける鉄道と道路の併用路線は地域の交通インフラや観光客誘致において非常に重要です。鉄道と主要道路が交差する地点では信号機や遮断機が設置され交通の安全性が確保されています。またレールが道路の舗装に埋め込まれているため列車は歩行者や自動車と道路を共有できます。安全は最優先事項です。鉄道の通過時には周囲の交通が一時停止し歩行者や車両が安全に移動できるよう配慮されています。また通過する貨物列車は安全を確保するために通常低速時速10マイルで走行します。この共用部分は日常的な移動において住民に便利さを提供し地域の商業活動にも寄与しています。現在の通過列車の状況ですがラ・グレーンジを通過する列車はほぼ貨物列車です。貨物輸送は地域経済にとって依然として重要で農産物や工業製品の輸送手段として利用されています。鉄道の旅客輸送は減少傾向にありますが時折観光列車なども運行されており
観光資源としての側面も持っています。地域住民にとって鉄道の音は日常生活の一部となっており、特に静かな夜にはその存在感を感じることができます。近年では観光資源としてのポテンシャルも高まり、鉄道に関するイベントや歴史を紹介するツアーが企画されることもあります。これにより地域の歴史や文化を観光客が学び、地域経済の活性化にも寄与しています。また鉄道の魅力を引き出すための取り組みも行われており、特に子ども向けのイベントや教育プログラムが人気を博しています。地域の学校や団体と連携し、鉄道の重要性やその歴史について学ぶ機会が提供されています。ラ・グレーンジは今後も併用軌道を活用しながら地域の発展を続けていくことが期待されています。地域の観光資源としての魅力を高めるために、歴史的建物の保存や観光インフラの整備が進められています。地元コミュニティはイベントや祭りを通じて住民同士のつながりを深める努力を続けており、地域のアイデンティティを大切にしながら観光客を歓迎する姿勢を持っています。ラ・グレーンジでは地域の文化を楽しむためのイベントが多く開催されています。特に有名なのは毎年秋に行われるオールドハムというイベントです。このイベントには多くの出店が並び、地元の特産品やアート作品が販売されます。観光客は地域の文化やコミュニティの活気を感じることができ、地元住民と交流する良い機会となっています。また、ラ・グレーンジの歴史的な建物や街並みを巡るウォーキングツアーも人気です。地域のガイドが案内をし、街の歴史や背景を紹介しています。ラ・グレーンジではダウンタウンでショッピングや食事を楽しみながら列車の雰囲気を味わえるのがこの街の魅力の一つです。世界中の観光客や写真家が街を通過する列車を撮影するためにラ・グレーンジを訪れます。またバーチャルレイルファンというリアルタイム映像配信で列車が通過する様子をリアルタイムで見ることもできます。列車ファンでしたら線路沿いにあるいくつかのホテルに宿泊予約しましょう。目の前を通過する列車通過風景が眺められますよ。メインストリートバーボン&エールハウスの前には列車展望タワーもあります。ショップ、ギャラリー、線路沿いの屋外席もおすすめです。この席の前を通り過ぎる列車を存分に楽しむことができます。最近、ラ・グレーンジに脱出ゲームを含む3つの新しいアトラクションがオープンしましたので、ついでにでもどうぞ。メインストリートのバーボン&エールハウスと展望塔を過ぎたところにあるラ・グレーンジ鉄道博物館&教育センターは歴史好きの方や鉄道ファンにとって魅力的な場所です。博物館には蒸気機関車、食堂車、車掌車などの屋外車両が展示されています。また見学者はプライベートなイベントのために食堂車をレンタルもできます。1914年に建てられた元の L&N 列車駅にあるこの博物館では鉄道関連の遺物や展示品および800フィートを超える HO スケールの鉄道模型レイアウトを展示しています。街中には鉄道がデザインされたベンチが多数あります。これに座って列車を眺めるのもいいですね。併用軌道に貨物列車がやってきたようです。道路脇にある椅子に座って見学してみましょう。目の前通過ですので音量にはご注意ください。
最後はスピードアップしたので風が渦を巻くような感じでした。カメラも飛ばされてしまいました。せっかくですので車でも通ってみましょう。車で併用軌道を通るとどんな感じなのでしょうかね。どんな感じか興味がありませんか？では一往復してきます。車で併用軌道を走行してみましたが、普通の道を走っていると同じ感覚でした。全く段差や揺れは感じませんでした。もう1編成を撮影したいと思い、列車が来るのを待ったのですが、1日に20本通る時があるということで、安易に考えていたら夜中の1時近くまで待つ運命になってしまいました。運が悪かったのかもしれませんね。あまり見ることのない真夜中の通過シーンです。街は静まり返っています。
すがに真夜中にホーンは鳴らさないようですね。今回は併用軌道を持つ街ラ・グレーンジをお届けしましたが、いかがでしたでしょうか。この動画を気に入った方はぜひいいねボタンをお願いします。今回の動画はこれでおしまいです。次回もお楽しみに。最後までご視聴ありがとうございました。よろしく